ゆい知らない？今日は会ってないわね。何か用？そういうわけじゃないけど、今朝静かだったからどこか悪いのかなって。確かにいつもならゆいちゃんに襲われた女の子たちの悲鳴で朝から賑やかなのに、今日は静かだったわね。でしょ？ゆいが寝起きの女の子の匂いを嗅いで回らないなんてどう考えてもおかしいよ。嗅いで回る方がおかしいんだけど、言われてみれば気になるわね。部屋にも行ってみたんだけどいなくて。二人とも花さん知らない？今日はまだ会ってないかな。私も会ってないわね。誰も見かけてないって言うし、どこに行ったんだろう。おい、ミレイヤ見なかったか？人のこと呼びつけといてどこにも嫌がらねえんだよ。ミルヤさんも？綾小路の3人ともいないなんてどうかしたのかしら。現場に向かいましょう。きっと3人ともそこで合流できるはずだわ。ミルヤさんたち最後まで来なかったね。どこで油売ってんだ？とんだ給料泥棒じゃねえか。まあおかげで私は荒玉ちゃんとたくさん遊べたけどな。でも本当にどこに行ったんだろう。今朝早く綾小路の都知全員に招集がかかったようです。茜様、全員に招集ですか？一体何のために？詳しくは私にも分かりません。招集は綾小路内部で極秘裏に行われたようで、私が事態を把握したのもつい先ほどなのです。つまり宗楽学長の独断ですか？どういうことだよ。茜様が組織のトップなんだろ？そんな勝手が許されんのか？恥ずかしながら姉髪を隠して以降、五家伝の指揮系統がうまく機能していないのです。しかしまさかこのタイミングで。一体何を考えているのか想像もつきません。きなくせえな。嫌な予感がするぜ。何もなければいいけど。確かに気にはなるけど、招集に応じたということはミルヤさんたちにも何か考えがあるのでしょう。だったら私たちは彼女たちが戻ってくるのを待つしかないわ。そうだね。しばらく4人で大変だけど、みんなが帰ってくるまで頑張ろうね。あいつらの分まで荒玉ちゃんをぶった切ってやるぜ。少し休憩取ったら？歩最近すごい頑張ってるね。だって江藤さんと約束したから、いつか一緒に並んで戦おうって。江藤さん？ああ、江藤かなみさんか。今の私じゃ江藤さんに全然追いつけないから、もっともっと練習して強くならなきゃ。江藤さんのこと尊敬してるんだ。確かに強かったよね。それに比べてダメダメだったもんね、私たち。あの時江藤さんたちに助けてもらわなかったらどうなってたか考えたくないよ。一斉射撃の後切り込む。タイミングを合わせろ。訓練通りにやればできる。来るぞバット。ちゃんとお刀で受
けたのに、たった一撃で写しが剥がれるなんて。こんなに強いなんて、私には出た歯が立たない。ダメ、このままじゃやられちゃう。怖い。総員内里を援護。切り込む。さやかちゃん、行くよ。すごい圧倒的だ。私たちが束になってもかなわなかったのに、特に江藤さん、荒玉の動きを完全に見切って、どっち筋も。あんな人がいるんだ。すごいよ。さすがさやかちゃん。私がいなくてもかなみ一人で十分だったはず。そんなことないよ。かなみが本気を出したら、多分私じゃ一本も取れない。そのくらい差がついてる。そんなこと。かなみならわかるはず。かなみだけ一人遠いところにいること。お二人とも応援感謝します。以後の処理は我々が。はい、お願いします。江藤さんだけ一人遠いところにいる。あの時は何もできなかったけど、今度は違う。ちゃんと戦えるようになるんだから。もっと強くなりたい。強くなって江藤さんみたいに人の役に立つタジになりたい。稽古熱心なのは結構ですが、呼び出しアナウンスが聞こえなかったのですか？面談予定者は直ちに学長室へとのことです。支度を済ませ速やかに向かってください。今のってヒトラー先輩だよね。戻ってたんだ。あ、それより歩って面談予定者だったよね。早く行かなきゃ怒られちゃうよ。面談ありがとうございました。では失礼します。鈴本花、ノロとの適合率は高く、この得体への入隊も希望している。素材としては申し分ない。しかしモクサのスパイである以上、不適格にするしかあるまい。さて、次の者入れ。失礼します。中等部2年山城結衣です。かけたまえ。早速だが本題に入ろう。君はこの得体への入隊を強く希望していたが。はい、たくさんお給料がもらえるって聞いたので。妹さんの治療費はそんなにかかるのか？何を驚いている？君はこの得体候補なんだ。身辺調査くらい済ませておいて当然だろう。それとも触れられたくない話題だったか？もしそうなら謝罪しよう。いいえ、大丈夫です。少し驚いただけですから。事情をご存知なら話は早いです。妹のためにお金が必要なんです。だからぜひ入隊させてください。お給料分はしっかり働きます。いえ、それ以上の働きをしてみせます。やる気があるのは結構なことだ。その上ノロとの適合率も高い。ノロとの適合率も高い？どういうことですか？この得体への入隊条件はその身にノロを受け入れることだ。そんな、ノロを体の中に受け入れるなんて危ないじゃないですか。そうか。
君はつば九郎夢の顛末を知っていたが、いや他の親衛隊もか。ならば不安に思うのも仕方がない。だが君に投与することになる強化薬は最新型だ。従来型に比べてリスクは極端に低い。低いってことはゼロじゃないってことですよね。そうなるな。それを理解した上で考えてほしい。無理なら辞退してくれて構わない。辞退します。お金は確かに欲しいけど、私に何かあったらミクの妹の治療費を稼げませんから。そうか。では下がっていい。ありがとうございました。あとは内里歩とピトラミルヤを残すのみか。当然といえば当然だが、ここまで残っているだけあって全員ノロとの適合率は高い。誰を選んだとしても優れた妙が都市になるだろう。しかしあの子たちを巻き込むわけにはいかない。学長として私にできるせめてものことだ。ユキナは怒るだろうがな。学長の様子がおかしかったので少し探りを入れてみたのですが、まさかタギツ姫を守るための組織編成とは。タギツ姫？そんなの初耳ですよ。さすがにこれは想像もつきませんでしたね。急な招集に一体何事かと思い戻ってみればこんな事態になっていたとは。二人とも入隊を希望したりしていないでしょうね。してないしてない。速攻で断りましたって。ノロとかありえないですから。僕は面談で落とされましたよ。何が悪かったのか分かりませんけどね。そういうミリアさんは調査隊の継続を理由に断りました。でミリア先輩、これからどうします？速やかにここを離れ調査隊にこのことを報告します。こうなった以上長いは禁物。時間の経過はこちらにとって不利益しか生みません。調査隊の私たちが今このタイミングで姿を消せばおそらく追っ手が差し向けられてくるでしょう。その時は強行突破あるのみですね。固まって動いては目立ちます。ここからは別行動にしましょう。了解です。それじゃあ2人ともあっちで会いましょう。再会の暁にはハグしてあげますよ。やれやれ、君はいつでもその調子だね。必ず戻るんだよ、ユイ。では後ほど。いずれ追っ手が来るとは思っていましたが、まさかあなたとは思いもしませんでした。親衛隊第3隻皐月読み。あなたには妙が都知になってもらいます。妙が都知？ノロによって強化された都知のことですか？その件についてはお断りしたはずです。あなたの意思は関係ありません。あのお方の駒になってもらいます。改めてお断りします。この場で致命傷を与えれば嫌でも生き残るためにノロを受け入れるでしょう。他の都知たちと同じように。まさか都知たちを切ったのですか？それが何か？なんてことを。おしゃべりはここまでです。さすが親衛隊。でもなんとか退けられたみたいですね。一刻も早く報告しなくては。
このままでは大変なことに。みんなの元へ帰らなくては。やっぱり通じないわ。ミルヤさんたちが綾小路に戻ってから1週間一度も連絡が取れないなんて。何か問題が起きていなければいいけど。何かってなんだよ。1週間くらい連絡が取れねえなんて何の問題もねえよ。父上は心配性だな。普通に考えりゃ作戦行動中で携帯の電源切ってんだろ。ごめんなさい。どうしてもモクサが襲撃された時のことを思い出しちゃって。あの時とは全然事情が違うじゃねえか。あいつらは自分の学校に戻っただけなんだ。一体誰に襲われるって言うんだよ。大体大概のやつにとっちゃあいつらに襲いかかる方が災難だっての。頼りがないのは良い頼りって言うし、きっとみんな元気ですよ。そうそう、あのミリアさんだよ。そう簡単におかしなことにはならないって。そうね。何が起きたわけでもないのに悪い方に考えるものではないわね。何にせよ上にはもっとしっかりしてもらいてえもんだってことだよな。縄張り争いだか権力争いだか知らねえけど人間同士で何やってんだか。もうフッキーが珍しくまともなこと言ってる。よしみほっち、今すぐ表出ろ。ぶっ飛ばしてやる。でも小吹ちゃんの言う通りね。タギツ姫の脅威にさらされている今、みんなで力を合わせないといけない。だから私もちーね。さあみんな、今やるべきことをやりに行きましょうか。よっしゃー、存分に愛しちゃおうぜ、あたしの荒玉ちゃん。すっきりしたぜ。やっぱり荒玉ちゃんと遊んでる時が一番だな。やるかやられるかシンプルでいいぜ。だからってフッキーはちょっと一人で突っ込みすぎだよ。何を今更言ってんだ。あたしが突っ込むなんて100も承知だろうが。分かってはいましたけど直す気はないんですね。分かってんなら諦めろっての。調査隊は速やかにブリーフィングルームに集合のこと。繰り返します。戻ってきて早々何でしょうか。行けばわかるわ。さあ行きましょう。まずはお勤めご苦労。お前たち調査隊のおかげで被害は最小限で済んだ。なかなか見事な働きぶりだな。あたしがいるんだ、当然だって。おお、ずいぶん威勢がいいな。元気が有り余っているようで安心したぞ。では次の任務だ。うわ、いいね。荒玉ちゃんとやり合えるなら大歓迎だぜ。ほう、どこかのチンチクリンと違ってやる気十分だな。だが残念ながら荒玉討伐ではない。はあ、なんだよ。それじゃあこのあたしのやる気をぶつける場所がねえだろ。それで次の任務とは。防衛省に向かいタキリ姫を護衛せよ。今はいつタギツ姫に襲撃されてもおかしくない状況だ。人手は少しでも多いに越したことはない。タキリ姫がタギツ姫と同化するようなことになれば20年前の大最悪どころでは済まないからな。でもタキリ姫って本当に信用できるんですか？もともとタギツ姫と一つだったんですよね。朝倉の心配はもっともだが、
少なくとも人間に対して悪意はないだろう。多月姫は人間を根絶やしにしようと考え、一木島姫は人間と荒玉を融合させ新たな世界を作ろうと考えている。そしてタキリ姫は人類を導き共存することを願っている。導くって言えば聞こえはいいが、要は支配しようってことだろ。家畜扱いされるのがオチじゃねえの？それでも対話の余地はある。三女神の融合は何としても避けなければならんからな。3体に分かれている間に多月姫を倒し、可能な限り他の2体とは事を構えず交渉を解決したいのだ。なるほどですね。茜様は江藤や十条たちと共にすでに現地へ向かっておられる。お前たちは後を追え。ただいま帰還しました。ミルヤさん？血が出てる。早く治療しなきゃ。すごい傷。まさか荒玉にやられて。いや違うな。こりゃあ荒玉の仕業じゃねえよ。見てみろ、こいつは刀傷だ。刀傷って、どういう、一体何があったんですか？ミルヤさんがここまで傷を負うなんて、一体誰の仕業なんですか？まさか多月姫？美穂ちゃん落ち着いて。今は治療が最優先よ。見た目ほどひどくはありません。治療は後で結構です。それより急ぎ報告することがあります。なら治療をしながら聞かせてもらおうか。わかりました。